スリープフリークスの大鶴です。はい、今回は IK マルチメディアのフィジカルモデリングベース音源モドベースの解説第2弾ということで、まずはアンプ FX のタブ、こちらでアンプの設定ですとか、それからエフェクターの設定、隣のコントロール、鍵盤によるキースイッチですとか MIDI による CC を使って細かな奏法を指定していくといったところを解説していきたいと思います。はい、それではアンプ FX から早速いきたいんですけれども、まずこちらでアンプのセッティング、あるいはエフェクターのセッティング、いずれかを選んでいく際にですね、どうするかというと、アンプをセッティングしたい場合はアンプをクリック、この絵のところですね。そうするとこの上のパラメータがアンプのパラメータに変わってきます。それからエフェクターに切り替える場合はこの足元のフットペダルですね、エフェクターをクリックするとエフェクターを操作するパネルに変わるといった形です。はい、それではアンプの方から見ていきましょう。アンプをクリックして、そうするとこちらにアンプのパラメータ出てきます。で、まず大きく分けて今見えているチューブアンプともう一つこちらですね、ソリッドステートのアンプと、この2つのタイプのアンプから選んでいくことができます。この絵をクリックして切り替えるのと、あとこちらのリストからですね選んでいくということもできます。このパネルのですねパラメータはアンプによって変わってきまして、ソリッドステートタイプの場合はゲインのつまみと3バンドの EQ、それからですねグラフィック EQ ってさらに細かいですね音作りができると。それからこのリミットというボタンがありますけれども、これちょっとありなしで聞いてみましょうか。まずなしから。はい、じゃあリミットありで聞いてみましょう。はい、こんな感じでですね、ややコンプが強めにかかったような音がギュッと詰まったような音になってきますね。続いてチューブアンプの方。こちらはですね、ゲインと、あとは3バンドなんですけれども、ミッドのフリケンシーが選べると。周波数ですね。どこら辺高さ狙っていくかみたいなことも選択できるというタイプです。それからボタンの方はパンチとハーモニクスというのがついています。こちらも音比べてみましょう。まずなしから。パンチ入れてみます。これもですね、結構コンプが強めにかかったような音がギュッと詰まったような音になってくるイメージですね。で、一方ハーモニクスなんですけども、入れてみましょう。はい、その名の通りですね、ちょっと歪みが強めに出てくるような、ちょっとブリブリっとしたサウンドになってくるということですね。それぞれですね、アンプのキャラクターだいぶ違ってきますので、楽曲に合わせて使い分けていただければと思います。で、両アンプに共通しているつまみがですね、こちらのアンプと DI とマスターというこの3つですね。マスターはもちろんマスターボリュームということになるんですけれども、このアンプと DI は、アンプを通したサウンドとアンプを通さないダイレクトなサウンドっていうのを混ぜていくことができる。ベースの定番のミックス手法になってきます。ちょっとそれぞれサウンド確認してみましょうか。じゃあまず DI 切っちゃってアンプのみのサウンド。このようにですね、しっかりローも出てきてベースらしいサウンドかなと思いますけども、一方で DI はどんな音か。はい、アンプの方に比べるとですね、やっぱり低音弱いんですけれども、弦の振動とかですね、倍音成分とかがしっかり入っていると、音の芯になりそうな部分になってくるかなと思いますので、これ2つ混ぜて、迫力と音の芯を織り交ぜていくような感じになりますね。このようにバランス調整して、最終的には楽曲全体の中でですね、存在感決めていくといった感じで調整をしていただければいいかなと思います。はい、それではですね、FX、エフェクターの方を見ていきましょう。このようにですね、4つ連結されてまして、それぞれがですね、こちらに対応して出てくるという形なんですけれども、選んだところ、1番目に何を入れるかっていうのをこちらのリストから選んでいくという感じですね。エフェクターのタイプについては代表的なベースのエフェクターが各種揃っているという形になってます。で、例えばコンプなんですけれども、コンプの強さ、それからボリュームとあってですね、ちょっと便利なのがこのゲインリダクションがちゃんと出てくるというところですよね。見てみましょうか。はい、このようにですね、聞き具合が一目瞭然といったところいいですね。それで今ですね、このコンプと、それからグラフィックイコライザー、オクターバー、エンベローブフィルターというチェーンになってますけれども、この中でですね、オンになっているのが、このコンプと EQ だけという状態です。で、オクターバーエンベローブフィルター、これオンにしたい場合は、このスイッチのところですね、フットペダルのところを押してあげるか、このエフェクターのアイコンクリックでオンオフとすることができます。はい、こういった形ですね。もちろんここも好きなエフェクターに変更していくことができますので、いろいろな組み合わせを試してみてください。
はい、それではいよいよですね、最後にこのコントロールのタブに移りまして、キースイッチ、それからこの上段にある右の CC ですね。このあたりによって双方切り替えたり、様々な演奏表現をしていくというところに入っていきたいと思います。はい、それでは左上からいきましょう。このベンドというのはですね、いわゆるピッチベンドのことなんですけれども、ベースにおいてはこれはチョーキングのことになります。今オフになってますけれども、チョーキングを使いたいという場合は何らかにクリックして設定をしてあげると。で、ただ今これピッチホイールにしちゃうとですね、次に説明するスライドもピッチホイールになってますから、これを同時にやっちゃうと上がりすぎてしまうということが起きます。ベースの演奏ではスライドを使う場合の方が非常に多いですから、この場合はですね、ベンドはですね、オフにしておくか、どうしてもチョーキングしたい場合はコントロールチェンジに設定をしておくというふうにしておけばいいかなと思います。で、このスライドはですね、その名の通り、隣のフレット、あるいはその先までですね、左手を滑らせてピッチを上げていくというテクニックですけれども、これ非常に多く使えますので、やはりピッチホイールにそのままアサインをしておくのがおすすめかなと思います。隣のレンジのつまみでどのぐらい滑らせるかを決めておくことができます。例えば、今、音出して、ピッチベンドを上げると、2ですから全音上がるということですね。これさらにこう上げておくと、例えばオクターブとか上げてみましょうか。はい、こんな感じで、かなりリアルなスライドですよね。はい、ここでですね、ちょっと前の回を思い出していただきたいんですけれども、プレイスタイルのところのスライドノイズですね。これが関係をしてきます。スライドノイズ上げておいて、もう一度聞いてみましょうか。はい、このザラザラって音がですね、非常に強く出てくると。この辺もですね、楽曲によってはリアリティを出すのに貢献をしてくれると思いますので、うまく使ってみてください。はい、続いてビブラート。これ CC1 番ってことは大体はですね、これモジュレーションホイールにアサインされてます。はい。で、レートっていうのはその揺れのスピードですね。ビブラートのスピード。ちょっと出してみましょうか。揺れてますよね。もうちょっと速くしてみましょうか。速くなりましたよね。遅い方も。ゆっくりうねるような感じになったと思います。それからこのミューティングとプラッグポジションというのはですね、前回お話ししたプレイスタイルのところ、こちらのミュートのパーセンテージですね。それからプラッグポジションは弾く位置ですよね。弦のどの辺を弾くのかといったところを曲中で変更したいっていった場合に、こちらの CC19 番、CC16 番で動かしていくことができるということですね。なのでこれは必要に応じて DAW 側でレーンを作って自分の好きなように値を設定をしてみてください。はい、どんどん行きましょう。このレフトハンド、これはですね、その名の通り、左手でどの辺を押さえながら弾くのと、同じ音、同じピッチにしてもですね、弾く弦によってポジション変わってきますから、それを設定したい場合ですね、CC17 番でコントロールできるんですけれども、これ実はですね、下の鍵盤見てください。この結構高いところですけれども、5から6、7にかけてのところですね。ここちょっと赤くなってるところあると思います。実はここでポジションをキースイッチで変えるということもできます。じゃあちょっと鍵盤触ってみますね。このファンのところから、はい、一番低くなりますよね。半音ずつ上げてってみます。はい、このようにですね、もう1フレット単位でどの辺弾くのっていうのをキースイッチでも切り替えることができます。こっちの方が便利かなというふうには思いますね。もちろんですね、そのポジションで弾けない音っていうのはちゃんと適正なところに行きますので、このあたりを中心に弾いてくださいねっていう指定だと思ってください。はい、続いてレガートスライドですけれども、これは CC64 番ということで、ペダル付きのキーボードをお使いの場合はですね、サスティンペダルに対応しています。で、この具体的な使い方については、後ほど実際のミディデータを見ていただきながらご説明をします。それから一番右のコード。これはですね、モードベースは基本的にはモノフォニック、単音で弾くという仕様になってます。そこをですね、このコードの CC18 番でオンにすることによって、一時的に和音を弾けるようにするというものです。これも後ほど MIDI データでお見せいたします。はい、それでは下の鍵盤の絵のキースイッチに移っていきましょう。左から Am-1、かなり低いところですね。レッドリングになります。これも前回ですね、プレイスタイルのところでお話ししたと思いますけれども、同じ弦弾いてる間つながるってやつですね。これも曲中でレッドリングにしたりしなかったりってことができますよってことになります。それから半音上がってゴースト。これも対応しますよね。ベースの乗り出すのに非常に大事になってきます。続いてこのフォース B ストリングですね。このフォースっていうのは至るところにあるんですけども、D もそうですよね。E もそうですし、G、A とあります。これはですね、開放弦のピッチに対応しています。B-1 は5弦ベースの場合のみってことですね。それから E が4弦、A が3弦、D が2弦、で G が1弦ということになって、どの弦で弾くかによっても音変わりますので、それを指定しながら弾きたい場合に使っていくということになります。
はい、それから C0、これはハンマーオンプルオフですね。隣のフレット、あるいはもう一つ隣のフレットを弦を叩いたり弾いたりしながら弾くと。上がるときは叩くですね。で、下がるときは弾く。これがハンマーオンプルオフですね。フレーズを滑らかにつなぎたい場合なんかに使います。はい、続いてこの C シャープ0と D シャープ0はですね、これも前回プレイスタイルでご紹介をしたストロークのところですね。中指で弾くのか、人差し指で弾くのか。これは基本はオルタネートにしておいて、キースイッチでどうしても人差し指で弾きたいとか、中指で弾きたいといった場合に指定をしていってあげるという形にするといいかなと思います。はい、残りは F0 のハーモニクス。はい、倍音だけ残すという弾き方ですよね。これも場合によっては使っていくかなと思います。で、それから F シャープ、G シャープ、A シャープですけれども、これもプレイスタイルのところのフィンガー、ピック、スラップをですね、これも曲中で瞬時に切り替えられると。今フィンガーになってますけども、ピックに切り替えたり、スラップにしたり。はい、こういうことをですね、自在に切り替えることができるというところはですね、かなりこのモドベースの強みなんじゃないかなというふうに思いますね。それでは実際にですね、このキースイッチですとか MIDI の CC を使った例というのを MIDI データを見ながら確認をしていきましょう。はい、まず最初ですけれども、こちらスライドから入っています。はい、これはですね、レガートスライド CC64 番を使っています。サスティンですね。はい、ここにサスティン入ってます。この CC64 番の使い方ですけれども、ここをよく見ていただくと、まずここにですね、スライドし始めの支点の音っていうのを入れてあります。で、それと重ねるようにですね、終点のところですね、落ちていきたいところ、こちらを入れてあります。この感覚はですね、あまり離しすぎない方がいいです。で、その上で、このサスティーンをですね、このスライドが入るところのちょっと前ぐらいから入れてあげるといいかなというところですね。ついでにこの周辺に入れているキースイッチをご説明しますと、まずこの F シャープ0でフィンガーを指定しています。それからこちらの E0 でですね、これは4弦を使ってスライドやってくださいねってことを指定していることになります。これはですね、同じ弦上じゃないとレガートスライドできませんので、念のために入れておいた方がいいかなと思います。さらにですね、このスライドの前に一発入っているのが A シャープ -1 のゴーストノートですね。このように跳ねてる曲ではスライドの前に入れておくとノリが出てくるかなというところですね。結構こういう細かい技が大事だったりします。はい、次行きましょう。こちらもキースイッチ入ってますね。これは C0 なので上がってるのでハンマー音ですね。滑らかにつなぎたい場合。はい。で、ここはゴーストノート、ゴーストノートと来ています。はい、ずっと行きまして、ここもハンマーオンですね。それからここは弦を指定して欲しい音を得るようにしています。はい、ここでですね、ちょっと滑るような音が出てきたんですけれども、実はここにピッチベンドを入れています。スライドですね。で、スライドを使う際の注意点は、上がっていく音っていうのは出てこないんですね。このようにですね、ピッチベンドでそのピッチを得ますので、打ち込み上は出てこない。同じ音なんですけれども、上がって下がるという表現が、このスライド、ピッチベンドを使ったスライドによって表現されていると思ってください。はい、それから進んでいきまして、同じような表現がありますけれども、最後、こちらですね、ピッチベンドもしてるんですけれども、和音が出てきてるというところがポイントですね。ということは、これは CC の18番。これ使ってコードモードを一時的にオンにしているということになります。さらにここはですね、ビブラートも使ってますので、CC1 番のモジュレーション。こちらもこんな形で書き込んでいます。聞いてみましょう。はい、このように複数のキースイッチですとか CC を組み合わせてやっていくと、さらにリアリティを足していけるんじゃないかなと思いますね。はい、このようにですね、非常にリアルな音と多彩な演奏表現を兼ね備えたフィジカルモデリングベース音源のモドベース、これ使えば使うほどですね、非常に制作の中で役立っていってくれるのではないかなと思います。はい、今後もですね、新しいテクニックなどを発見しましたらご紹介していきたいと思いますので、引き続きご注目いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。スリープフリークスでは、より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますので、ご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。